んにちは。今回は前回の動画でお話しした通りルームツアーを撮っていこうと思います。ルームツアーの前に我が家の間取りを紹介したいと思います。この家は 1LDK の、大体42、3平米ぐらいだったと思うんですけれども、ここのリビングと後ろの寝室、あと玄関から入って隣の部屋にお風呂とトイレっていう感じになってます。彼女と2人暮らししてるんですけれども、ペットもいたりしてその辺を考えたインテリアになってます。家の特徴としては天井が多分4メーター近くくらいあるんですけど、かなり高い天井っていうのがすごくいいポイントになってて、ただ1個残念なのは外の光が入ってくる場所が寝室のそこの窓だけ、ここの窓だけになっちゃってるんで、そこがちょっと妥協したポイントというか、ちょっとだけ残念なんですけど、でもすごい気に入ってます。天井が高い分開放感のある空間になっているので、インテリアとしては少しリゾートホテルじゃないですけど、そういう感じの雰囲気にできたらなと思って、アイテム選びだったりとか色の調整だったりとかしてます。では早速ルームツアーしていこうと思うんですけど、一個一個説明してるとかなり時間取ってしまうので、アイテムの説明は軽めにしてサクサクっと進めていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、というわけで早速キッチン紹介していきたいと思います。でまず最初にここですね。ここがお皿とか置いてる棚になります。この棚はニトリで買ってます。上をこういう感じで突っ張れるようなものになっていて、多分食器用の棚じゃないんですけど、食器用の棚として使用してます。ここが別になってるんですけど、この部分は取り外し可能で段差も変えれます。でうちは下にこういう感じでオーブンとか、使わない食器系だったりを下にこう入れてたりするので、上のところに見せる収納として食器を飾ってます。お気に入りいくつかあるんですけど、彼女が買ってきたこのスタジオ M のツバメの入ってる器だったりとか、この辺もそうですね。こういう感じで、このお皿も彼女が気に入っていてよく使ってます。もともとお茶碗とかはこっちを使ってたんですけど、引っ越してきてから下のこのジャーナルスタンダードファニチャーで買った茶碗と Today's スペシャルで買ったこのお椀ですね、2つ使ってます。スープ系の時はこっちで、味噌汁の時はこっちみたいな感じとか、お皿の色のバランス見てお茶碗の色こっちにしたりこっちにしたりっていう感じです。あとは本当こういう簡単なザラホームで買ったパスタ皿とか、恵比寿のハーベストで買ったこの辺のちょっと柄の可愛いお皿だったりとか、食器が好きなのでいろいろ集めてます。次はこの棚は無印の壁掛けできるシェルフです。もともとコーヒー系だけ飾ってたんですけど、下のこの部分にこういう感じでフックを取り付けてフライパンぶら下げてます。でも推奨はされてないのであんま真似しない方がいいと思います。で上はコーヒーの雑誌があったりとか、彼女は甘いものが好きなのでキャラメルとかヘーゼルナッツのシロップがあったりとか、チョコのリキュールがあったりとか、昔使ってたコーヒードリッパーとサーバー、彼女が買ってきてくれたストーリー横浜のタンブラーとか、ちょっと今ちょうどなくなっちゃってるんですけど、これ僕の大好きなオブスキュラのグアテマラをこんな感じで飾ってます。台湾土産のお茶だったりとか TWG の紅茶だったりとかも置いてます。で下はこんな感じです。タイムモアのコーヒーミル、これが一番最初にコーヒーをひいたハリオのコーヒーミル、これ思い出深いんで撮ってます。ってな感じで、こんな感じでサーバーとかティーポットとか飾ってる感じです。コーヒーシェルフの横はキッチン道具を見せる収納として飾ってます。これは100均で買ってきたマグネット式のものをつけていて、そこにフックをつけてぶら下げてるっていう感じです。近くで見るとやっぱちょっと安っぽく見えちゃうんですけど、遠目で見る分には全然気にならないのでこのまま使ってます。その下は調味料系ですね。こんな感じで飾ってます。で我が家はこういった感じのカウンターキッチンなんですけど、お掃除道具系入れてて、ここ食器ですね。カトラリー系とか食器を入れてます。
でここが食洗機で、この3つ123、これが全部調味料とか、パスタだったりとか、なんかそういう外に出しとくとごちゃつくものとかストックとかを入れてます。ちょっと中ぐちゃぐちゃしてるんで見せれないんですけど、こんな感じです。そうだ、あとこれゴミ箱なんですけど、これ結構おすすめです。読み方わかんないんですけど ZIIA って書いてあって、多分 GIA って読むのかな。この自動開閉のゴミ箱です。自動開閉のゴミ箱はやっぱ何といっても楽なので、手をかざすだけで開いてくれて楽なので、僕はかなりおすすめです。匂い漏れも全然ないですね。キッチンの家電はバルミューダで揃えてます。炊飯器バルミューダで、ケトルもバルミューダです。ケトル可愛いんですよ。スイッチをここで入れるとこういう感じでオレンジに光ったりして、なんかバルミューダってそういうギミックが可愛いですよね。ちなみにこっちにあるこのオーブンレンジもバルミューダです。でキッチンに置いてる照明2つあって、1つがこれ IKEA のなんて名前か忘れちゃったんですけど、 IKEA のドーナツ型のライト、これめっちゃ可愛いです。オレンジ色で優しい光なので、あんまりこう料理の邪魔にもならないし、雰囲気も出るのでおすすめです。とここの何の変哲もない Amazon かどっかで購入した間接照明、この2つだけです。キッチン横に飾ってるこのポスターはバイミースタンドのポスターです。ちょっとアメリカンコミックチックな絵のタッチと、このフォントめちゃくちゃ可愛くて飾ってます。はい、ってな感じでちょっと駆け足で紹介したんですけど、これがうちのキッチンです。なんかどこにでもある普通のキッチンじゃ普通のキッチンなんですけど、こういうお皿の収納だったりとか、壁掛けのシェルフだったりとか、そういうところちょっとこだわってるって感じです。うちは彼女と2人で暮らしていて、2人とも料理が本当に好きなので、このカウンターキッチンを見てこの物件を決めたみたいなところもあります。で本当駆け足で説明しちゃったので、このアイテム使い心地どうですかとか、何か質問あったらコメントで教えてください。そしたら次は、リビングの方を紹介したいと思います。まずこの IKEA のカラックスから紹介したいと思います。前回の動画で作ったこのカラックスなんですけど、中に好きな雑誌とかを飾ってます。いただき物の壺だったりとか、こんな感じで飾ってます。上の段はアクタスとかで買ったオブジェたちと、ザラホームのディフューザー、キャンドルだったりとか置いてます。カラックスの上はテレビなんですけど、テレビはもうほんと黒で重厚感がすごいので、上から布をかぶせて部屋に馴染むようにしています。で壁掛けのテレビなんですけど、コードとかが気になっちゃうので、こういう感じでコードカバーをつけてだらしなく見えないようにしてます。でこのテレビの横のうちのシンボルツリーといっても過言ではない植物がパキラです。これは前の家から連れてきてだいぶ大きく育ってくれました。今こんなふさふさで葉っぱいっぱいつけてくれてるんですけど、去年の冬頃はもう全部葉っぱ落としてほんと死にかけたんですけど、なんとか夏に復活してここまで大きくなってくれました。この小さいカフェテーブルは楽天で買ったものです。でこのクリアの椅子が、これが IKEA です。僕がコーヒー好きなので、お家の中でカフェを楽しめるように買ったテーブルです。で椅子は正直増やすかどうか迷ったんですけど、通常の椅子を買ってしまうとリビングがそんなに大きいわけではないのでうまく見えちゃうかなと思ったんですけど、 IKEA に行った時にこのクリアの椅子があったので、クリアだとやっぱ後ろが見えるので、あんまりこう圧迫感が出ないだろうなと思って買いました。テーブルの上にはタンバリンズのキャンドルと、インテリアショップで買ったこのツリーのオブジェ、クリスマスシーズンなのでツリーのオブジェ買いました。とボディクリームです。ちょっと読み方知らないんですけど最近人気ですね。 AIAM って書いてアイアムなのかわからないんですけど、これのチャプター9っていう番号の香り使ってます。すごいナチュラルで伸びもいいのでこれおすすめです。カフェテーブルの裏はお花のポスターを飾って、後ろに Wi-Fi とかが置いてあるんですけど、そういうコード類を隠してます。
このポスターは渋谷にあるお花屋さんで買った時にこのポスターで巻いてくれたんですけど、それが可愛くてこの紙だけ欲しいって店員さんにお願いしたらもらったので、それを額縁に入れて置いてます。で、我が家のラグはジャーナルスタンダードファニチャーで買ったラグです。家具の置き方なんですけど、四角をイメージして置いてるので、ここも角がある感じ、こっちのソファーも角がある感じっていう風にしてるので、このナチュラルな柄にこう不規則な線が書いてあるようなものを選ぶことで、部屋の角をなくすというか少し柔らかい印象になるようにしています。カウンターキッチンのこのチェアは引っ越した時にもともと置いてあったものです。新築なんですけど用意してくれてました。で、その上に IKEA で買ったシープのラグを置いてます。なぜかというと、ここの下、椅子の裏側にこうやってついてたやつなんですけど、これが剥がれちゃったので、それをこう隠すためで置いてます。可愛いんでありですよね。で、その奥がうちの愛犬の自動で餌出してくれるやつとカメラとお水とか置いてます。で、その後ろがお気に入りのソファーと無印で買ったこのサーキュレーターです。サーキュレーターの方は真ん中が取れるようになってて、この真ん中の丸いところが取れるようになってて、そこにアロマとか垂らすと部屋に匂いを飛ばすことができるっていうアイテムです。植物いっぱい増やしていきたいんで買いました。で、このソファーなんですけど、これは IKEA で購入してます。もともと部屋の中に置く用のものではなくて、外とかに置く用のものなんですけど、インテリア作る時にリゾートホテルみたいなのをちょっと意識して作ってるんですけど、ちょうど外用のソファーだったし、その雰囲気に合うなっていうふうに思ったのと、この下が抜けているデザインっていうのもすごくいいなと思って、ソファーってすごい存在感が出過ぎちゃうので、いいも悪いも重さが出ると思ってるんですけど、ここ下が抜けていることによってちょっと軽めの印象になるかなと思って購入しました。横から見るとこんな感じで、下のこの箱の中に普段使ってないブランケットとか入れてます。で、このソファー横のシェルフが楽天で買ったもので、照明のこの2つは両方とも IKEA です。でシェルフも全部そうなんですけど、うちは足とかその棒の部分をシルバーにするようにしてます。こういうところ、ここだったりとかここだったりとかシルバーで統一してます。この椅子の足もテーブルの足もシェルフの足もこっちの椅子も全部シルバーです。そこ統一してあげるだけでなんかまとまりが出る感じがするので、シルバーで統一してるって感じです。シェルフの一番上にはお香とビューリーのアロマオイルの植物と、下の段がアクセサリーと香水だったりルームディフューザー、彼女のレシピ本だったりとかが置いてあります。その下がこのストレージボックスが彼女が朝準備する時に使う簡単な道具だったりとか入れてあって、その横が花瓶とクオッシュっていう韓国のブランドなんですけど、ウェットティッシュみたいになってるんですけど、これ掃除道具です。この子めっちゃいいんでおすすめです。これ掃除道具系って日本のもの買うとデザインがあまり良くなくて外とかに出しておけないんですけど、これはもう本当にフォントとかも可愛いしデザインがすごくいいので、外にポンってインテリアみたいに置いても可愛いので購入しました。で、その下がうちの愛犬の、お菓子と、こっちが僕が集めてるマグカップとかグラスとかですね。ちょっとだけ紹介すると、さっき飲んでたコーヒーマグだったりとか、この辺もそうなんですけど、ハサミポーセリンっていうブランドのものを愛用してます。あとはヒューマンメイドのダックスフント、うちの愛犬と同じダックスフントのマグカップだったりとか、社長がアメリカで買ってきてくれたヴィンテージのマグカップとか、彼女の友達が沖縄行った時のお土産で買ってきた具志堅のマグカップとか入れてます。これまだ使ったことないですね。可愛いけど。リビングも駆け足でちょっと紹介しちゃったんですけど、こんな感じです。うちのインテリアは白とかナチュラルな色をベースにして少しリゾート感が出るような感じにしてるんですけど、その雰囲気に合うような家具たちを取り入れてます。家にいる時はやっぱりすごいリラックスしたいので、やっぱり激しめの色とかだとちょっと疲れちゃうので、こんな感じにナチュラルにまとめてます。
キッチン同様ちょっと駆け足で紹介しちゃったので、細かい詳細知りたい方はコメント欄で教えてください。で、さっき伝え忘れちゃったんですけど、名前を忘れてしまった商品とかは全部概要欄の方に載せようと思うので、そちらチェックしてください。そしたら最後に寝室の紹介したいと思います。今愛犬が寝てるこのベッドなんですけど、おはよう。このカバーがこれニトリですね。中に布団入れれるようになってます。まだうちは布団入れてないです。めっちゃ寒い。枕がこの2つなんですけど、そこにもともとソファーに置いてたクッション4つ置いてます。なんかクッション置いたらカラフルになって可愛かったんで、そのまま使ってるって感じです。ちなみに枕カバーとこのベッドカバー両方とも IKEA ですね。マットレスも IKEA です。で、このベッドフレームは楽天で買いました。結構使ってる人多いですね。で、この愛犬用の階段はこれも楽天で買ったと思います。で、このブラインドなんですけど、このバーチカルブラインドって言われる縦型のブラインドももともと引っ越してきた時に部屋についてたものです。で、ここの扉がウォークインクローゼットになってて、ここにはまだ植物入れてないんですけど、植物を吊り下げられるやつをかけてて、ここに愛用の坊主のヘッドホンをかけてるって感じです。寝室の照明はこれ1本です。この提灯あんこみたいなやつ。彼女が楽天で探して可愛くて買いました。その後ろが鏡になってます。で、鏡は植物たちの後ろに置いてるんですけど、植物の緑との相性がいいように縁がちょっと真鍮のものにしてます。これも確か楽天です。で、植物は Today's Special で買ってきたものと、あとモンステラです。モンステラはいただき物です。いただき物を水に入れて根っこ生やしてから植えました。この子ほんと強いんでめちゃくちゃ葉っぱ増えました。ケースは IKEA です。で、こっちのケースはリビングもそうなんですけど、ジャーナルスタンダードファニチャーで買ったものです。で、下が床に置いてもよかったんですけど、ちょっと高さを出したかったので、ひとまず彼女がずっと買ってるジゼルっていう雑誌を積み重ねて置いてます。で、隅に本棚があって、僕は全然本読まないんですけど、彼女が小説とかが大好きなので、こういう感じで飾ってます。いっぱいあるんですけど、これ8段あるんですけど、この後ろにも同じだけの量の小説があって、プラスこの家倉庫があるんですけど、倉庫の中にもこれと同じぐらいの量の本が入ってます。で、彼女に借りて本とか読んだりしてみるんですけど、僕は全然読めないです。で、ウォークインクローゼットだけだと洋服が収まりきらなかったので、洋服ダンスもここに置いてます。はいって感じですごいサクサクっと進めちゃいましたけど、寝室はこんな感じでシンプルにしています。寝る時に目に入るものがなるべく少ない方がいいなっていうふうに思っていて、なので物はあまり置かないようにしていて、今後増やすとしても植物だったりとか、ちょっとこの辺にサイドテーブルだったりとかは置こうかなって思ってるんですけど、そのくらいですね。この窓がこの家での唯一の外の光の入ってくる場所なので、植物とかはもっともっと増やしたいなとは思ってます。この床のスペースのところに置くと圧迫感出ちゃいそうな気がするので、この辺に吊り下げて置くとか、ちょっと工夫して緑の中で眠るような感じの空間にできたらなっていうふうには思ってます。ということで寝室の紹介でした。はい、というわけでルームツアーしてきたんですけれども、いかがだったでしょうか。ちょっとこういう撮り方慣れてないっていうのと、あとマイクがないのでちょっと聞こえづらい方とかもいたと思うんですけど、ちょっとでも参考になったらいいなって思ってます。うちのインテリアは誰かに自慢したいとか見せたいっていうのを意識して作ってるわけではなくて、本当に自分たちが心地のいい動線だったりとか過ごしやすい空間っていうのを意識して作ってるんですけど、この部屋から一日が始まってこの部屋で一日が終わるっていうところで
やっぱりすごく自分たちがリラックスできないと落ち着かないし疲れも取れないっていうふうに思ってるので、自分たちの暮らしが楽しめるような家具とか家電とかを今後も買っていこうっていうふうに思ってます。駆け足で紹介してきてしまったのでアイテムのことを細かく喋れてないと思うので、何か気になるアイテムとかあったらコメントしてくれたらまた別の動画で撮っていきたいと思うので、ぜひコメント待ってます。そして次の動画なんですけど、ちょっと年内にアップできるかどうかわからないんですけども、なるべくもう1本あげれるようにするので、次の動画も見てくれたら嬉しいです。来年になったらごめんなさい。というわけで今回の動画はルームツアーでした。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。